食べ物まるっと研究所です。今回は肝臓を守る食べ物についてお話しします。心臓や腎臓とともに人間にとって極めて重要な部位である肝臓。肝臓が弱ってしまうと栄養素の代謝や分解がうまくいかない、体がだるい、疲れやすい、食欲が出ないなど様々な不都合が生じてしまいます。そこで今日は論文や専門機関の研究をもとにして肝臓を守る食べ物について看護師の視点で解説します。肝臓を守る食べ物一つ目は青魚です。食生活の欧米化やお酒の飲みすぎ、運動不足などで肝臓に中性脂肪が蓄積して脂肪肝になると、様々な肝障害を引き起こしてしまいます。イワシやアジ、サバなどの青魚には良質な脂質である EPA や DHA が含まれていて、肝臓への脂質の蓄積を抑えて脂肪肝を予防します。スウェーデン・チャルマーズ工科大学の研究でも、マウスに EPA と DHA を与えたところ、高脂肪食が原因の脂肪肝の発症を抑制したと結果が出ています。また他にも EPA や DHA を多く含む青魚は、体内の炎症を抑える働きによって肝がんのリスクを下げてくれます。国立がん研究センターの調査でも、45歳から74歳の男女約9万人を11年追跡調査したところ、EPA や DHA を多く含む魚を摂っているグループほど、肝がんの発症リスクが低かったと結果が出ています。肝臓を守る食べ物2つ目は人参です。人参に含まれるベータカロテンやアルファカロテンなどのカロテノイドは、抗酸化作用を持っていて、食生活の乱れや肥満、ストレスなどが原因で発生する過剰な活性酸素から肝臓を保護してくれます。スペイン・ムルシア大学の論文でも、人参に含まれるカロテノイドは酸化ストレスを軽減する。また肝臓の脂質代謝を調節して肝臓を保護すると結論付けています。肝臓を守る食べ物3つ目はブロッコリーです。ブロッコリーに含まれるインドール3カルビノールは活性酸素を抑える抗酸化作用と炎症を抑える抗炎症作用で肝臓を保護してくれます。またブロッコリーに含まれるスルファラファンも抗酸化作用を持っていて、過剰な活性酸素から肝臓の細胞を保護してくれます。さらにスルフォラファンには肝臓の解毒酵素の力を強めて解毒機能をサポートしてくれる働きもあるんです。東海大学を中心とする研究グループの実験でも、肝機能の数値が悪い男性にスルフォラファンのサプリメントを2ヶ月間飲んでもらったところ、肝機能の数値が改善したと結果が出ています。また他にもアメリカ・サウスカロライナ大学の論文では、50歳から71歳、48万人を調査した結果、ブロッコリーの摂取量が多いほど肝がんの死亡リスクが低下していたと結果が出ています。肝臓を守る食べ物4つ目はキノコです。椎茸やしめじ、平茸、エリンギ、えのきなどのキノコには肝臓の働きを助けるオルニチンが含まれていて、肝臓の代謝や解毒をサポートすることで肝機能を改善してくれます。またオルニチンには成長ホルモンの分泌を促す働きもあるので、肝臓だけでなく体全体を元気にしてくれるんですね。ブラジル・マリンガ州立大学の論文でも、キノコ抽出物は有毒化学物質によって引き起こされる損傷から肝臓を保護すると結論付けています。また他にも平茸、エリンギ、ブナシメジ、椎茸などに含まれるエルゴチオネインやポリフェノールは抗酸化作用があるので、体内の過剰な活性酸素から肝臓を保護してくれます。さらに、キノコは脂質の代謝を調節する働きもあるので、脂肪肝を予防します。ドイツ環境衛生研究センターの論文でも、キノコの摂取は栄養素の摂取と脂質の代謝を調節、細胞の炎症や酸化ストレスを軽減し、脂肪肝に有益な効果を示すと結論付けています。肝臓を守る食べ物5つ目は蕎麦です。蕎麦に含まれるコリンは肝臓に脂肪が蓄積するのを防いで脂肪肝を予防します。
また他にも、そばに含まれるルチンは抗酸化作用があるので、過剰な活性酸素から肝臓を守ってくれます。オーストラリアサザンクイーンズランド大学の研究でも、高脂肪な食事を与えたラットにルチンを摂取させると、肝臓の酸化ストレスや炎症が軽減されて、肝臓の機能や健康状態を示す指標が正常化したと結果が出ています。肝臓を守る食べ物6つ目はキャベツです。慢性的にお酒を飲みすぎると肝臓に負担がかかり炎症が起こります。炎症が起こると肝細胞が損傷を受けて正常な機能を果たせなくなり、脂肪肝や肝硬変、肝がんなどの疾患に進行するリスクが高まってしまいます。キャベツに含まれるインドール3カルビノールは炎症を抑える働きがあるので、アルコールによる肝疾患を予防してくれます。また、インドール3カルビノールは抗酸化作用もあるので、酸化ストレスを調節して肝臓を保護してくれるんですね。アメリカ国立アルコール乱用依存症研究所の論文でも、キャベツなど油中の野菜に含まれるインドール3カルビノールは、酸化ストレスや炎症などが原因となる損傷を防止して、肝臓を保護し、アルコールによる肝疾患を予防すると結論付けています。肝臓を守る食べ物7つ目はシソです。シソに含まれるコーヒー酸やロズマリン酸などは抗酸化作用があるので、体内の過剰な活性酸素から肝臓を保護してくれます。韓国古陵大学校の論文でも、シソの葉に含まれるコーヒー酸とロズマリン酸は、酸化ストレス損傷から肝臓を保護すると結論付けています。肝臓を守る食べ物8つ目はカレーです。カレーに含まれるクルクミンは抗酸化作用を持っていて、体内の過剰な活性酸素を減少させて、肝臓の細胞を守ってくれます。また、クルクミンは炎症を抑える働きもあるので、肝臓の炎症を抑えることで肝機能を高めてくれるんですね。スペイン・グラナダ大学の論文でも、クルクミンは抗酸化作用と抗炎症作用で肝臓を保護する。クルクミンは肝機能障害を治療する高い治療能力を持っていると結論付けています。さらに他にも、カレーの香り成分であるクミンにも抗酸化作用があるので、肝機能を高めてくれます。バングラデシュノースサウス大学の論文でも、クミンを補給すると酸化ストレスや高脂肪食による肝機能の異常が大幅に減少した。クミンの補給は酸化ストレス、肝臓障害を改善すると結論付けています。肝臓を守る食べ物9つ目はくるみです。くるみに含まれるオメガ3脂肪酸、アルファリノネン酸は血液中のコレステロールを低下させて血流を改善します。これによってコレステロールの運搬がスムーズになって肝臓への負担が減るとともに肝臓への中性脂肪の蓄積を防ぐことができるんですね。アメリカ国立アルコール乱用アルコール依存症研究所の研究でも、マウスにくるみを摂取させると、摂取していないグループと比べて肝臓の中性脂肪が優位に減少した。くるみが高脂肪食による脂肪肝を予防すると結論付けています。肝臓を守る食べ物10個目はアーモンドです。アーモンドに含まれるビタミン E には抗酸化作用や抗炎症作用があるので、肝機能の働きを助けたり、脂肪肝を抑制する働きがあります。パキスタン・ハビブ大学の研究でも、110人の被験者が12週間、1日 10g のアーモンドを摂取すると、摂取しないグループと比べて肝臓の状態を示す数値が改善した。低用量のアーモンドが肝臓を保護すると結論付けています。肝臓を守る食べ物11個目はみかんです。みかんに含まれるベータクリプトキサンチンは、肝臓への脂肪蓄積や炎症を抑える働きがあるので、これが脂肪肝や肝炎の予防につながります。金沢大学の研究者の論文でも、マウスにベータクリプトキサンチンを与えると、肝臓の過剰な脂質蓄積や炎症を軽減して、脂肪性肝炎を予防したと結果が出ています。
また他にも過度な飲酒はアルコール性肝炎や脂肪肝、肝硬変の原因になってしまいますが、農研機構の研究では、みかんを毎日2個から3個以上食べていて、ベータクリプトキサンチンレベルが高い人は、アルコール性肝機能障害の指標の一つであるガンマ GTP の値が低かったと結果が出ています。肝臓を守る食べ物12個目は味噌汁です。味噌汁に含まれるレシチンは肝臓の脂肪の代謝を促進してくれるので、脂肪肝を改善したり、肝臓の細胞を活性化して肝機能を保護する力を持っています。福島県立医科大学が行った実験でも、マウスに味噌または発酵前の味噌を加えた餌を20週間摂取させると、脂肪肝の進行が抑制されたと結果が出ています。肝臓を守る食べ物13個目はイチゴです。イチゴにはアントシアニンやビタミン C などの抗酸化物質が含まれていて、体内の余分な活性酸素から肝臓の細胞を守ってくれます。イタリア・マルケ工科大学の研究でも、酸化ストレスを与えられたラットにイチゴを与えると、肝臓の酸化ストレスが優位に抑制されたと結果が出ています。他にもチリ・タルカ大学の研究でも、イチゴを摂取したラットは摂取していないグループと比べて、肝臓の酸化ストレスと肝臓の損傷が減少していたと結果が出ています。肝臓を守る食べ物14個目は緑茶です。肝臓での活性酸素の蓄積は酸化ストレスを誘発して、それが肝臓での脂肪蓄積を悪化させ、脂肪肝を促進してしまいます。緑茶に含まれるカテキンには抗酸化作用があるので、体内の過剰な活性酸素から肝臓を保護してくれます。香港大学の研究者が複数の研究結果を分析した結果でも、緑茶とカテキンが酸化ストレスや炎症、腫瘍の形成を緩和することにより、非アルコール性脂肪肝疾患の発症を防ぐと結論付けています。さらに他にも、緑茶に含まれるテアニンには抗酸化作用と抗炎症作用があるので、過剰な活性酸素や炎症から肝臓を保護してくれます。中国国立工学技術研究センターの論文でも、お茶に含まれるテアニンは酸化ストレスと炎症反応を軽減して、老化の原因となるエイジスを減少させる。これによって肝臓の老化を改善すると結論付けています。肝臓を守る食べ物15個目はブルーベリーです。ブルーベリーは細胞のミトコンドリアの機能を改善して、肝臓にダメージを与える活性酸素を分解して、酸化ストレスから肝臓を保護してくれます。中国貴州医科大学の論文でも、ブルーベリーは活性酸素を分解する酵素などを増加させて、活性酸素を減少させる。これにより肝臓の細胞の損傷を軽減すると結論付けています。肝臓を守る食べ物16個目は納豆です。不規則な食事や生活スタイル、運動不足により肥満になると、肝臓にも脂肪が蓄積されてしまい、肝機能の低下を引き起こしてしまいます。納豆はそんな肝臓への脂肪蓄積を抑えて、肝機能低下を防ぎます。東北大学の研究でも、納豆の摂取は内臓脂肪を大幅に減少させ、糖質代謝を改善、酸化ストレスを減少させた。納豆は肝臓での脂肪の合成を抑制し、脂肪の利用を促進すると結果が出ています。さらに、納豆に含まれる亜鉛やマグネシウム、カリウムが肝臓の細胞の新陳代謝を活発にすることで、肝臓を若返らせてくれるんですね。肝臓を守る食べ物17個目は海苔です。海苔に含まれる EPA は血液内の中性脂肪を低下させたり、炎症を抑える働きがあるので、脂肪肝を予防する働きがあります。鹿児島大学や佐賀大学などの研究者の論文でも、肥満マウスに EPA が含まれるスサビノリの脂質を与えると、脂肪肝が改善したと結果が出ています。肝臓を守る食べ物18個目は牡蠣です。牡蠣に含まれるタウリンは、アルコールの分解を早める働きや、弱った肝臓の細胞を再生するのを助ける働きがあります。
また他にも、牡蠣に含まれる亜鉛は肝臓の細胞や組織を修復してくれるので、肝臓を若返らせることができるんです。株式会社新薬開発研究所の研究でも、軽度アルコール性肝障害のある人が牡蠣エキスを12週間摂取したところ、肝機能障害の指標である ALT、ALP の低下、男性ではガンマ GTP の優位な低下が見られた。これは牡蠣肉エキスに含まれる亜鉛やタウリンによるものと考えられると結果が出ています。他にも中国海洋大学の論文では、牡蠣は高脂肪食によって誘発された肝臓の酸化ストレスと炎症を改善すると結論付けています。今回は肝臓を守る食べ物をご紹介しました。健康を維持するには、いろいろな食べ物をバランスよく摂ることが大切です。くれぐれも特定の食べ物だけを大量に食べることは避けてくださいね。また、特定の疾患がある方は、医師の指示のもと摂取するようにしてください。あなたが健康な毎日を送れるよう願っています。この動画がためになったら高評価していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。